東京っていうかこっち出てきたのが絵描きになりたって。ああ、そうなんですか。はい、美術の大学の方に進んだんですけど。なるほどなるほど。お店は、今クレイティがあるところが最初の店なんですけど、あそこは2008年ですね。2008年、はい、作ったのが最初の店で、それまではうちの革供給してもらってる栃木レーダーの代理店の和光っていう会社があるんですけど、そこで間借りして作品っていうか商品作ってはちょこっとだけ本当に半畳ぐらいのスペースを借りて、そこに展示させてもらってたっていうのが最初ですね。素晴らしい。それはどれくらい？2007年ですね。2007。じゃあその立ち上げの1年前ぐらい。はい、店もなくて、仕事もだから天神のそのプロダクトを作りながらそれだけじゃあれだったんで、和光さんからOEM をもらって、それ作りながら半分新しい商品作りながらっていうスタートでしたね。あ、なるほど。それアイテムはどんな感じだったんですか？何から入ったとかあるんですか？アイテムはもうほぼね、いやラインナップのものは、もう3ヶ月後のイナフェスにまず出店するっていうのを決めてて、先にスタートして、それまでに全部揃えよう。なるほどっすね。だからほぼ1作目のやつばっかりで全部。今じゃあこの展示してるのはこれはもう新作ももちろんあるんですけど、初期のものも結構あります。結局そこでどう通用するかなっていうところもあったんで、試しの部分も自分の中であって、そこで売れなかったらもう一回考え直さなきゃいけないなと思って、そもそもレザークラフトやってたわけじゃなくて、東京っていうかこっち出てきたのが絵描きになりたって。そうなんですか。美術の大学の方に進んだんですけど、造形っていうものはいろんなことをやってたんで、その中で趣味で革とかもいじったりはしてた。大学出て飯の種になると美術教室やってて、でこう子供から大人まで教えてた中でレザークラフトっていう分野も大人に教えるっていうか、その課題として与えたりしてたのもあって、こうやったらできるっていうのは大体は分かってた。その中でちょっとそういう革の出会いがあって、そっちに転向した。そうですね。流れ。なんで最初だからそれが自分がこれだと自分はいいけどどうなんだろうっていうところで、お客さん対お客さんで。店もなかったものですから、見せる場がないんで、そのイナフェスっていうイベントがちょうど俺が通用するのかどうかっていうところで、そしたら持っていったものが結構ほぼ売れちゃって、そうなんです。1点ずつしか売れてなかったんですけど、それほぼ売れちゃって、じゃあこれでいくかみたいな感じになっちゃって。なるほどですね。ここから次のステップといいますか、天神ワークスがちょっとバズったじゃないですけど。で言うと、お店作ってから、やっぱりお客さんそんな認知度が最初からあるわけないし、店作ったからといってお客さんがバンバン来るわけでもないっ
っていうところで、売って終わりじゃなくて、まあ革のものなんで、売った後もお客さんとこうコミュニティが取れるような、そういうなんか仕掛けというか、そういうのをもう少し作りたいなっていうところがあって、レザーのコミュニティを広げたいっていうか、それで考えたというか、もともと単の商品っていうかナチュラルな、色使ってない商品っていうのが多かったのは、いわゆるベージュの、そうですね、そのエイジングっていうものを僕自分のその絵を描いてた時の作品もそうなんですけど、新しく出来上がったものっていうよりは、もう少し風化したものっていうか、ちょっとこなれて、なんかこう時間の経過が経って風合いが出たものっていうものにすごく昔から惹かれてて、だからこうバイクとか、服とかもそうなんですけど、まあヴィンテージのものとかが好きで、だから革もやっぱそういう素材感っていうか、使っていって味が出るっていうところに、やっぱり素材としては、マテリアルとして惹かれたんですよね。でそういう価値観っていうか、そういうことを響くお客さんも、まあ僕が好きだったから、まあちょっとそこに特化させたところをもっと突っ込んでいきたいな。そのためにだからできたものをお客さんが自分で育てて、でその育てたものを自画自賛してるだけじゃなくて、同じ思いを持った人たちがこうコミュニティとして集まれば、なんか楽しいこと起きるんじゃないかな、すらあって、間違いないです。それでうちのそのエイジンググランプリっていう、エイジングを競う、コンテストっていうのを始めたんですよ。それは何年から？2008か9か、今年で12回目なんで、じゃあもう本当お店がそうでお店と同時に、そうですね、そこに人を集めたいっていうこともあるし、コミュニティを作りたいの両方で、それをスタートして、それが年を追うごとに、まあそのエイジングの仕方っていうのをお客さん側からこんなエイジングっていう革がこんな風に、うちの革がこんな風に変わるっていうのをどんどんお客さんの方から出てきたんですよね。その時が、きっかけそう自分の中ではそうやってこう風化というか変化していって、革が変わっていった様っていうのがかっこいいだろうっていう、味があっていいでしょっていうのを提案があったんですけど、その僕の思いとはまた違うようなそのエイジングだったりとか、革に対する思いっていうのが、もう千差万別に出てきて、そしたらそれが一人歩きじゃないですけど、どんどんこういうのがこういうのがってなってきて、だから今その十数年ブランド続けて、まあ、今言われるのがだからエイジング、レザーのエイジングといえば、天神さんだよねみたいなことをすごく言っていただけるのは、まあそこがあったからかなっていうのは思いますね。若者たちにはどういったアプローチをされてるのかな。なんか天神ワークスってまあ十数年だから僕30ちょいぐらいの時なんですけど、正直その時と今の年齢層がどうかって言ったら、多分僕の年齢中心なんですよね。その頃は30歳前後の人たちが中心で、今になると僕44なんですけど、中心の前後の人たちがお客さん層になってはいるんですよ。ただ若い層に向けてっていうなんかその具体的な客層っていうのを意識してるわけではないんですけど、自分がこういうのが好きだなとか、こういうものが今これすごく響くなっていうものがやっぱりその同じような感覚の、年齢層っていうのがこういう風に上がってきてるなっていうところで、まあ、今後先考えると、まあ、正直レザーとか嗜好品なんである程度のところで打ち止めっていうか、あると思うんですよ。もうあと10年したら、まあもちろん世代交代っていうか、そういったことも大事だなとは思うんですよ。まあその一つじゃないんですけど、まあ天神ワークスってやっぱり10年以上続けてすごく思うのが、クラフトマンシップっていうか、職人が的なすごく重要になってて、でもう少しファッションっていうか、感覚的なものっていうのを少しこう取り入れたいな、相対するところで、これで
生まれたのが、はい、いわゆるクレイティなんですよ。そのラインを分けるっていうのは、年齢層的な感覚的な違いっていうのももちろんあるのかもしれないんですけど、もう少し革の自由度っていうのを、外から言われるうちのそのブランドイメージっていうのは、まあうちの戦略もありき、そのお客さんとか周りに育てられたところもあるんで、本当はまあそこは大切にしたいっていうか、コンセプトとして、残しておきたいっていうところで、まあじゃあちょっともうそういう冒険的っていうか、そんなことをして仕掛けていくんであれば、ちょっとブランドをラインが分けした方がいいなっていうところで、まあそういう岐路でしたよね。まあなんで、まあちょっとクレイティの話になるとあれですけど、クレイティいうのは粘土っていう形を自由に変えられる、これは感性っていう意味もあるんですけど、一番感覚がすごく出せる、そういう定の概念にとらわれずに自由な形を作れるっていうところを願ってこの名前を付けたんですけど、そうだからクレイティとテンジンワークスっていうのはすごくそう対極的なところもあるっていうところが面白いっていうふうに思っているんです。まあさっき言ったテンジンワークスがクラフトマンシップであるならば、まあ職人と芸術じゃない、ちょっと言葉が重いですけど、重なる部分もありつつすごく離れるところもあるような、そういったものを同じ革の素材の中で二分化できたら、もっといろんなことをその革を通じてできるんじゃないかなというところ。最後に言いますけど、今後まあそのテンジンワークスもクレイティもしかりなんですけど、どういう方向性というか、なんか今後目指していくもの、重複する部分もあると思うんですけど、お伺いできればなと。革の可能性ってさっきも言いましたけど、本当に自由っていうか、自由じゃないっていうか、革の可能性っていうのは、革はある程度の革っていうもので、いわゆるもうそのもの自体は限定されてるところがある、だからその中でいかに自由になるかっていうのは革歩きで、これが面白いものっていうのをブランディングの部分でもそうなんですけど、多少のこの制約コンセプトみたいなものはすごく大事だと思うんで、クラフトマンシップをより極めていくようなプロダクトを展開していきたい。なるほど。クレイティの方はもうちょっとクリエイティブっていうか、ファッションに特化したようなものを同じっていうか、レザー自体のその可能性、柔軟性の中で唯一無二していきたいな。素晴らしいお話をありがとうございます。テンジンワークスクレイティ代表の高木さんでした。ありがとうございました。